皆さんこんにちは、わたたびです。今回は岐阜県の山奥にある秘境の一軒宿に宿泊したいと思います。日本で数少ないランプの宿です。場所は岐阜県東濃地域にある中津川市。電波も電気も届かない秘境の山奥にある土合温泉を目指します。一体どんな場所にあってどんな宿なのか楽しみです。こんなとこ通ったかな。一回行ったことあるんやけど全然覚えてないね。そうなの。もうちょっとやね。あと2キロで、あと5分。これを右ですね。駐車場まであと500メートルですね。はい、到着です。はい、到着しました。こちらはですね、五宝滝公園の駐車場です。数十台止めれそうな大きな駐車場で公衆トイレもあります。で、滝の入り口はこっちです。こっから先はね、関係車両以外進入禁止です。うわ、めちゃくちゃ綺麗ですね。かなり透明度の高い川です。駐車場から滝までは少し歩くんですけど、そんなに遠くはないです。あ、これは覚えてます。すごくね、インパクトがあったんで。すごいですね、これ。たくさんの龍がね、彫られてるんですけど、継ぎ目が見えないんで、もしかしたらこれ、一つの木からできた龍の彫刻かもしれません。すごい。ここはね、かなり大きい滝なんですけど、お客さんはね、本当に少ない場所ですね。知名度が低いんでしょうか。はい、こちらをね、左に曲がると、滝です。はい、赤い橋がね、見えてきました。あの赤い橋が見えたらもうすぐそこは滝なんですけど、駐車場から5分ぐらいでたどり着きました。で、こっからはね、滝巡りができるみたいです。こんな感じで7箇所の滝をね、巡ることができます。で、前回はね、この辺でやめたのかな。かなり上の方まで登るんで、そこからのね、景色を見てみたいんで向かいます。今回はね、こっちには行かず、こっちの上の方に行きたいと思います。よいしょ。あ、もう見えました。こっからだとね、全貌が見えないんですけど、そちらに展望台があるんで、とりあえずね、展望台を目指します。はい、展望台に到着しました。よいしょ。はい、滝はね、こちらですね。
はい、こんな感じです。滝とこの周りの自然がね、赤い橋と調和して、すごくね、神秘的な景色となっています。で、この辺にまだ橋が続いてると思うんですけど、今回はね、そこまで登っていきたいなと思います。あそこから見る眺めは多分綺麗だと思います。はい、こちらが展望台から見えてた橋ですね。あまりにも滝がね、大きくて、で、多段の滝になってるんで、間近で見るとそんな迫力はね、わかんないですね。展望台から見るのが一番綺麗だと思います。滝の前から見る景色もね、すごくおすすめです。展望台とこの橋がね、すごくいい感じに映ります。直爆じゃないんで、滝の音はかなり静かです。うおっ、びっくりした。トノサマガエルですね。めちゃくちゃ大きい。緑色のカエルであんなに大きかったらびっくりしますね。心臓止まるかと思いました。こっから階段ですね。さあ、登っていきますか。よいしょ。階段は意外と細いですね。朝から答えますね、これは。いい運動にというよりも過剰な運動になってます。結構登ってきたんですけどね、そんなに景色がいいっていう場所じゃなかったですね。木が生い茂ってて、全然景色が見えないですね。景色がね、あまり見えないまま下ってってます。よいしょ。一周するつもりはなかったんですけど、向こうから人が来たらね、すごく邪魔だと思うんで、もうぐるっと一周回ってます。こちらにも滝がありますね。延命の滝っていうみたいですね。宮本武蔵が命名したみたいですね。今も結構しんどいんですけど、こんなことをね、何歳まで続けられるんでしょうかね。そこが一番心配です。自分が50、60になってもこんなことやってるんですかね。こちらにも滝があります。二天の滝っていうみたいです。もう戻ってきたんじゃないですかね。橋が見えてきたんで、帰ってきました。久しぶりに山登って、朝一からハードだったんで、もう足がガクガクしてますね。宿に着いても、すぐ寝ちゃうかもしれません。今日泊まる宿なんですけど、近くにはね、付地峡とかね、龍神の滝とか、有名な、観光スポットがたくさんあるんですけど、もう何回か動画でも紹介してますんで、次向かう目的地はですね、こちらも1回行ったことあるんですけど、もう1回見たいという街並みだったんで、もう一度行ってみたいと思います。動画を撮りながらね、一周回ってちょうど1時間ぐらいでした。ゆっくりね、滝を楽しみながら行くと、所要時間は1時間から1時間半ぐらいだと思います。はい、到着です。次の目的地までは、ここから47キロ、車で約1時間2分の場所になります。30キロ規制区域に入りました。到着です。よいしょ。はい。はい、到着しました。こちらがね、橋本町の無料の駐車場になります。で、こちらの方にね、レトロな街並みがあります。もう早速ね、向かっていきます。
こんな感じでレトロな街並みが残ってます。場所はですね、こちらですね。こちらがトイレがあるみたいです。路地裏になるんですけど、こちらが公民館と、で、隣にね、公衆トイレがあります。で、この横がですね、入り口ですね。こんな感じです。で、この先はですね、映画のセットのようなレトロな街並みを楽しむことができます。ちょっとね、通ってもいいのか躊躇してしまいますけど、ここはね、かつては国が所有する国道で、今はゲロ市と合併して、市の道となってます。市道じゃないんでね、観光客も通ることができます。で、こちらはね、ガイドツアーもあって、1人1000円で細かく案内してくれるんで、初めて来る方はガイドツアーを利用することをお勧めします。それではね、早速入っていきたいと思います。よいしょ。入り口、こっちはね、入り口じゃないんですよね。別にこっから入っていかなくてもね、別に入り口がありますんで。よいしょ。こっちから行くのはあんまりおすすめしないですね。こんな感じです。なんとなく思い出してきました。はい。1号池、2号池、3号池、4号池まであるみたいで、1号池は飲み水専用。ほんで、2号池は冷やし物専用。そして3号池は食器とか野菜を洗ったりする専用の池で、4号池は洗濯専用の池みたいです。こちらは何号池になるんですかね。こちらがね、何号池かもわからないんで、やっぱりガイドをね、つけた方がいいと思いますね。道の駅とかね、ガイドマップとかがあるんですかね。今だったらインターネットとかでそのマップも見たりすることができるんで、ガイドマップを見て散策するか、ガイドをつけてね、散策するのがいいと思います。はい。それでは、こっちに行きます。こっちはね、一旦、外に出ます。いやー、すごい建物ですね。こちらはね、城造りの建築だそうです。こちらですね。清水楼っていうんですかね。お城造りの建築です。この辺りは宿場町の面影がめちゃくちゃ残ってます。この辺りはですね、明治から昭和時代の木造家屋が数多くね、立ち並んでます。なので、この飛騨街道の歴史や文化の名残がそのまま残ってます。こちらは大正っぽい建物ですね。横からね、降りていきたいと思います。なんか草刈りしてますね。こんな感じです。まずはこっち行ってみます。これが国道だったとは思えないですね。こちらを渡り廊下ですかね。家の中の構造がすごく気になります。見た感じね、もう補強とかせずそのまま残ってるって感じですね。こちらの筋骨巡りの筋骨は飛騨地方の呼び名で、細い路地が迷路のように絡み合っている行動のことを言うそうです。筋や骨のように絡み合う人間の体に例えているそうです。すごい狭い。ここはね、かがまないと通れません。今、中腰でね、通ってます。ここはもっと低いですね。いたたた。頭を打つんでちょっと気をつけた方がいいですね。で、こちらはね、また、大通りに出るんで、もう一回戻って、で、さっきのね、左側の道に進みたいと思います。細い路地裏とかってなんか、ワクワクしますね。で、市道じゃないんで、気にせずね、
散策することができます。はい、さっきね、こっちの路地裏から来ました。で、このままね、まっすぐ進んでみます。また池が現れました。やっぱり水は綺麗ですね。かなり小さいんで、食器とか野菜を洗う場所ですかね。どうなんでしょう。当時のままって感じですよね。いや、すごいな。めちゃくちゃ時代を感じます。いや、ここ窓になってますね。この家の下は倉庫だったんですかね。ちょっと感動もありますよね。いや、ここは何度来ても感動します。こちらを上がるとね、また大通りの方に出ることができます。こちらの方は割と新しい建物って感じです。それぞれ家に渡れるようにね、橋がかかってます。路地裏自体はですね、そんなに、距離は長くないです。すごいですね。この渡り廊下みたいなのがちょこちょこありますね。で、こちらにですね、銭湯のね、跡地がね、そのまま残ってるんで、向かいます。はい。こちらです。調べてこないとね、絶対にわからない場所にあります。これ昔の銭湯がそのまま残ってます。はい。ではね、見てみます。来たのも2回目なんですけど、2回目でも感動がありますね。この入った瞬間に昔のね、学校の匂いがしますね。この靴箱、すごいですね。ちり箱っていうのもあります。昔のゴミ箱ですかね。こちらには番台があります。当時のものがね、本当にそのまま残ってますね。で、中はですね、こんな感じです。意外と狭いですね。こちら扉がないんでね、そのまま乗り越えて入っていくんですかね。そろばんとかこの石鹸ですらそのまま残ってます。で、残念ながらね、女湯の方は覗けないみたいです。いや、この配線の通し方も昔の配線の通し方ですね。たまにね、重要文化財の本当に古いね、旅館とかに行くと、こういうのが残ってたりします。この扇風機もそのままです。すごいな。こちらは昭和59年の料金表になりますね。こちらは昭和63年まで実際に利用されてたみたいです。大人100円、10枚980円、1回98円で入れたみたいですね。すごっ。夜10時までやってたんですね。結構遅くまでやってたみたいです。こんな感じで、すごくね、古いものもあれば、こちらももちろん古いんですけど、こう木にね、色塗って大正っぽいような面影もあります。その時代その時代の名残が残ってます。当時の写真ですね。これが最後の入浴だったみたいです。一応ね、人が写ってるんで、顔にはモザイク入れときます。ここは本当に貴重な場所ですね。もう何もかもそのまま残ってます。1988年、自分の生まれた年の7月か8月でここの役目が終わったんですかね。お風呂場の方見てみたいと思います。はい。はい。お風呂場はこんな感じですね。はい。上はね、改装されてるっぽいですね。割と綺麗になってます。やっぱりこういうとこから傷むというか、朽ちてくるんでしょうね。電気はね、こちらだけみたいですね。
男女ともにこちらの一つの天気で、ここから差す光で光を取り込んでたんですね。いや、こちらになんか扉があります。さすがに開かないでしょうね。なんか壊れたらダメなんでやめておきます。浴槽はね、かなり深いです。かなり深いんですけど、手前に段差があるんで、入りにくいことはなかったと思います。今じゃこのタイル調のお風呂ってないですよね。こちらはかけ湯用ですかね、こう。はい。っていうような、こんな感じの銭湯の跡地でした。無料開放してくれてるのがすごくありがたいです。これだけ古いものがここまでの状態で残ってるのは本当に珍しいと思います。後世に残してほしい貴重な建物ですね。めちゃくちゃ楽しかったです。じゃあね、出ます。よいしょ。で、隣はね、個人宅で実際に住まれています。はい、っていうようなね、筋骨巡りでした。もっとね、他に見どころはたくさんとあると思うんで、皆さんもガイドさんと一緒にね、こちらの街並みを散策してみてください。ガイドをつけてないんでちょっと内容が薄かったかもしれませんけど、それでは宿の方に向かいたいと思います。はい、戻ってきました。はい、ここからね、だんだん標高が上がっていきます。宿はですね、標高850メートル付近にあります。いやー、この辺落石がめちゃくちゃ多いです。こないだね、タイヤ見たらね、すんごい穴開いてたんですよ。石を踏んでね、穴が開いたんだと思います。お、何これ。林道通行の皆さんへ。はい。落石がね、ちょこちょこあるぐらいで、道路自体は広いですね。だんだん道が細くなってきました。土合温泉までは5キロみたいです。残り2キロはね、舗装されてない道になるみたいです。なんかすぐそこにね、滝があるみたいなんで、ちょっと見てみます。どこだろう。よっ。もうちょっと先かな。滝見てる人多いですね。車が止まってます。ありました、ありました。よし、こちらに止めて一回滝を見てみます。はい、こちらが滝ですね。もう見えてるんですけど、この橋の上からね、眺めることもできます。おうおうおう。あ、思ったよりすごいですね。落差がむちゃくちゃあります。うわ、すごく綺麗な色してますね。ちょっと滝の真上に行けるみたいなんで行ってみます。はい、うわ、綺麗。うわ、すごっ。いやめちゃくちゃ綺麗。
やこれはすごいですね。めっちゃ綺麗です。これがね、滝の真上ですね。うわ、怖っ。はい、こんな感じです。いや、足が震えますね。これは怖い。ちょっと下がろう。怖い。立ち入り禁止ではなかったんで、ここまで来れたんですけど、かなり危ないんで、行かれる方はね、本当自己責任でお願いします。はい。いや、それにしても綺麗ですね。こんな綺麗な水の中に入ってみたいですね。うわ、すごい。ちょっとこっちも見てみます。よいしょ。はい、うわ、すげえ。いや、これは綺麗。ここはね、薄い青色をしてて、いや、本当に綺麗です。この辺りはですね、かなり水の勢いがすごくて、こう渦を巻いてるんで入らない方がいいと思います。深さもかなりあるんで、子供とかはもう溺れると思います。足を滑らしてそのまま滝の下まで落ちたら危ないんで、やっぱり入らない方がいいと思います。はい、ちょっと寄り道しましたが、温泉の方に向かいます。ランプの宿まではここから3.7 キロみたいですね。はい、残り3.7 キロ。はい、ここからね、もう未舗装の、道になります。うわ、これはきついな。パンクせえへんかな。タイヤ変えたとこやけど。そうよ、昨日変えたとこや。うわ、これ2キロはきついな。未舗装の道がまた秘境感あるわ。ちょっとマシな。ちょっとマシになった。おおなかなかこれハードな道ですね。車高の低い車は絶対行けないですね。これは電波も入らないんで、もう助けも呼べません。いや、もうすっごい非日常味わえるね、行くだけでも。この一軒のためだけにさ、橋がこう2個もかかってる。すごっ。落石注意と路肩注意のダブル看板。こっから登ってますね。まだまだ距離はありそうです。あ、これ違う、これはドアイランプ村。あ、キャンプできるのかな、ここで。あ、それこれか、これ。いや違うな、まだまだ向こうやね。
もうちょっともうちょっと頑張れ。あと200メートルみたいです。左じゃない？あ、こっち？うん。ほんまや。あとちょっと。嘘。やば。秘境感えげつないな。想像以上に秘境やわ。うわ、すごい。ほら電波はないわな、もちそろん。らこんな電波あるわけないよ。電気もガスも水道も。水道は川の水引っ張ってるんかな。これ？疲れた。到着しました。この階段の先がですね、ドア温泉になります。標高800メートルの山奥にあるんで、電波は入らないですし、電気も使えません。なので、テレビも冷蔵庫も携帯電話も、使えない場所となってます。都会の喧騒から離れて大自然の中で静かな時間を過ごしたい方におすすめの宿です。何でも揃うこの時代に何もない贅沢を楽しめます。今日はこちらの秘境の一軒宿で静かな時間を過ごしたいと思います。今現在ここもね暑いです。これでも30度ぐらいありそうなんですけど、クーラーもないんで蒸し暑くて寝れないか心配です。それも含めてねレビューしてみたいと思います。はい、この先が宿になります。はい、こちらですね。外から見るだけでも趣のあるお宿です。はい、それではねチェックインしたいと思います。こちらに飲み物が販売してますね。めちゃくちゃ冷たいです。天然の冷蔵庫ですね。自然で冷やしたビールをこの大自然の中で飲むのは最高ですね。はい、それでは入ります。入った瞬間ですね、灯油の匂いがします。青森県の青鬼温泉にいた時と同じ感覚ですね。灯油の匂いがしてきて、そしてこの趣のある館内に感動します。すごいランプの数です。入り口だけでワクワクします。外はね暑いんですけど、この館内はね不思議とすごく涼しいですね。こちらのライトはですね、夜10時まで、自家発電で、点灯してるみたいです。夜10時以降はランプのみの明かりとなります。すごい。ランプ好きな人にはたまんないんじゃないでしょうか。すごく古いラジオですかねがたくさん並んでます。こちらはカメラです。お土産も売ってますね。このランプのね、イラストが入ってあるミニタオルとか、パン缶ですね。こちらはランプの宿のイラストが入ったパン缶です。はい、まずね今日泊まるお部屋なんですけど、こちらがね客室になります。この先もめちゃくちゃ気になるでしょう。でもまずはねお部屋の方をご紹介します。こちらはね、お食事どころです。いや、こんなとこで取る食事最高ですね。はい、こちらがお部屋ですね。なんかね写真とか、これはマッチですかね。すごい。今回泊まるお部屋はこちらです。シャクナゲというお部屋になります。め
ちゃくちゃ良くないですか？こんな感じのお部屋になります。クーラーがなくて心配してたんですけど、こちらに大きな窓があって、すごくね、冷たい風が入ってきます。なので安心して寝れそうです。虫が苦手な方はダメかもしれませんね。でも意外とですね、部屋の中にね、虫はいてないです。涼しいここ。こちらがお部屋で、こんな感じでね、くつろぐことができます。今日はね、ちょっと曇ってきたんで微妙なんですけど、めちゃくちゃ星が綺麗みたいです。明日が新月みたいなので、今日運が良かったらね、すごく綺麗な星が見れるそうです。こちらはね、もみじなんで、秋に来ると紅葉が綺麗かもしれません。こちらももみじですね。アメニティはこんな感じですね。浴衣と歯ブラシが置いてます。館内の案内図とかはないんですけど、過ごし方みたいなが書かれてます。まずはね、3時にチェックインして、4時までね、周辺散策したり入浴するなど、5時半過ぎから夕食になるみたいです。夕食後にランプの説明会があるみたいです。10時になるとこちらの電気も全部真っ暗になっちゃうんですけど、そのランプの説明会を聞かないとですね、こちらのランプをお借りできないみたいです。で、ランプの説明会の後はですね、ゲームがあるみたいですね。で、10時に自家発電の電気が消えます。で、それ以降はですね、ランプの明かりをぼーっと見てね、過ごしたりとか、あとは星を見たりしてね、思い思いに過ごすことができます。朝食が朝8時です。食後にコーヒーがあるみたいです。で、景品付きのゲームもやってるみたいです。で、10時チェックアウトの時間ですね。はい。というような感じです。温泉は8時半までしかやってないんですけど、夕食後はね、ランプの説明会があったり、ゲームがあったりするみたいなので、食事の前にお風呂に入っとった方がいいと思います。で、こちらの温泉についてですね、源泉が発見されたのは江戸時代もしくは明治初期と伝わっています。国有林の中、長野県と岐阜県を行き来したり、病を治す湯治場として、また山仕事に従事する人々などが湯に浸かったというそうです。泉質がナトリウム、塩化物、炭酸水素塩、冷光泉、低調性、弱アルカリ性、冷光泉ですね。で、泉質別提供症が切り傷、末梢循環障害、冷え症、うつ状態、皮膚乾燥症ですね。で、静温の方が、10.6 度なので加温してあることになりますね。毎分 0.84 リットル自噴してるみたいです。加温はしてあるんですけど、加水とかね、循環はしてないみたいです。あとアメニティなんですけどね、ごめんなさい、タオルもありましたね。これいいですよね。お土産にもなりますね。ランプの宿大温泉。こちらお月菓子ですね。こちら落雁ですね。めちゃくちゃ美味しいです。きな粉の味がしてね、いやこれ好きですね。そちらが今日宿泊する部屋で、こちらが先ご紹介した、食事処ですね。で、こっちに、行ってみます。このね、左側はね、すごくいいお部屋なんですけど、今日はね、泊まってるお客さんがいるんで、映せないです。で、こっちですね。すっごい。こちらはですね、崖作りになっていて、崖の上にある建物をだんだんとね、こう下にね、増築している、お宿になります。下はね、温泉があるのかなと思うんですけど、客室になりますね。こっからね、一気に涼しくなります。で、こちらはね、客室なんですけど、今日はね、泊まるお客さんがいないんで、ちょっと撮影させていただいております。いやー、1階もいいですね。1階はね、網戸もあって、なおかつ涼しいです。なんで、虫が苦手な方は
1階がいいかもしれません。このね、川の流れる音を聞きながらね、過ごすことができます。はい、こちらも客室ですね。はい、さっきと同じような間取りのお部屋です。こちらもそうです。こちらはですね、掛け軸とかあります。気のせいか、こちらが一番涼しく感じますね。1階のお部屋はね、星が見にくいですね。こちらがね、端っこのお部屋でした。で、こちらに戻って、いや、涼しいですね、本当に。で、こちらは、本とかありますね。天体望遠鏡とか。めちゃくちゃ趣があります。で、こちらなんですけど、すごい、ホンダ社から出てるモンキーとゴリラですね。自分は昔このモンキーに乗ってました。懐かしいです。今はね、もう製造されてないと思います。駐車場の出入り口に出ることができます。はい。駐車場に戻ってきました。ちょっと忘れ物したんで取ってきます。はい。こっから戻ります。よいしょ。よいしょ。はい。今泊まってる部屋がね、こちらなんですけど、こっちがね、お風呂と、トイレになります。で、こちらがね、女風呂で、こちらが男湯になります。こちらにはね、昔懐かしいおもちゃが置いてます。ブリキのおもちゃですかね。で、こちら、お土産も、売ってます。さっきね、玄関の方にも、販売してた、ミニタオルと、パン缶ですね。T シャツもね、置いてます。帽子もありますね。ランプの刺繍が入ってます。いや、すごいね。昔懐かしい、ゲームとかおもちゃが置いてますね。へー。プラモデルとかもあります。はい。まずはね、お得湯から見てみます。こちら、脱衣所ですね。はい。バスタオルが300円で貸し出ししています。こちらが、温泉ですね。めちゃくちゃ良くないですか、これ。風がね、すごく冷たいです。こちらのね、湯船なんですけど、ヒノキではなくてですね、香りのいい高野薪を使用してるみたいです。こちらのシャワーはお湯が出るんですけど、この日中はですね、自家発電で、沸かしてるみたいです。次は女湯です。はい。脱衣所はですね、こんな感じですね。男湯の方が広いですね。ちなみに、ちゃんとね、撮影許可をいただいてます。女湯はこんな感じです。男湯の方が、開放感がありますね。いや、こちらもこちらですごくいいんですけどね。はい、それではね、温泉に浸かりたいと思います。結構暑いですね。めちゃくちゃ気持ちいいです。暑いかなと思ったんですけど、そこまで暑くなかったです。お湯はですね、無色透明ですね。
すごく贅沢ですね。こう何も考えず川の音を聞きながらね入ることができます。いやー、これは贅沢すぎでしょ。入ってきました。めちゃくちゃ最高でした。ゆっくりね浸かることができました。いや、これは本当におすすめです。よいしょ。ちょっとお風呂上がりにね1本いただきます。ほうじ茶にしますか。よいしょ。すごく美味しそうな匂いがしてきます。晩ご飯が楽しみです。それではね、夕食の時間みたいなんで行きます。って言っても隣なんですけどね。よいしょ。あ、いい匂い。あ、こちらですね。夕食はこんな感じですね。こちらがアマゴでしたかね。こちらがイワナの刺身ですね。で、こちらがマスの甘露煮みたいです。ちょっと何が何か分からなくなったんですけど、とりあえずね、アマゴとマスとイワナですね。で、こちらがね、鯉の旨煮です。あと他にも天ぷらとか出てくるみたいです。いただきます。すっごいいい匂いしてんねんけど、どれがいい匂いしてんねやろ。あ、すごい弾力やね。締めたばっかりやん。すごくね、サクサクしてて、で、この甘酢がね、すごく美味しいです。で、この刺身もね、ちゃんと骨抜いてくれてますね。骨が当たらないんで。で、こちらが、何ですかね。すごい魚の風味が。あ、これは土壌ですね。多分土壌です。土壌じゃないかもしれない。何やろか。こちらは何でしょうか。初めて見ますね。すごくプルプルしてます。よ、なんだろうこれ。いただきます。何これ、ごま豆腐かな。すごく美味しいんやけど。鹿児島とか沖縄の豆腐みたいですね。いや、すっごいおしゃれです。器が可愛いですね。で、中にはね、トマトとか、なんか野菜がたくさん入ってて、酢漬けみたいな感じですね。ピクルスみたいな。ピクルスみたいな。うん。で、結構ね、ピリッとします。鯉の旨煮です。やっぱりこれ旅館で出る鯉って本当に癖がないですね。骨はちょっと多いんで気をつけないとダメです。魚が好きな人は本当にもってこいの、料理です。わらじの五平餅になります。はい、こちら味ご飯みたいですね。なんか人形竹、と炊いてるみたいです。確かにキノコの匂いがします。で、すっごい量ですね、これ。何合なんやろ。食べれるのこれ。で、こちら。手のひらより大きい五平餅が来ました。すごい。いや、ここの名物みたいなんですけど、こう手と比較したらわかりますかね。で、顔のでかさぐらいありますね。で、こちら、汁物が来ました。で、こちらね、天ぷらです。説明してもらったんですけど、種類がありすぎて忘れました。で、ニラの根っこですね。あと、ドクダミとか三つ葉。すっごい種類の天ぷらが出てきました。こんな感じでね、もうテーブルがお皿でいっぱいになりました。すごい量です。とりあえずね、冷めないうちに急いで食べます。すごくね、キノコの風味がします。なんか苦味があるって言ったんですけど、苦味は、
感じないですけどね。揚げたての天ぷらです。このご飯の量はね、また過去一を更新するかもしれないです。それぐらいね、量が多いですね。いや、このニラの根っこめっちゃ美味しいですね。ごぼうとニラを掛け合わせたような感じ。まだご飯の途中なんですけど、五平餅がね、あったかいみたいなんで、ちょっと一口食べてみます。何これ。甘くて、で、この米の潰した感じもすごくちょうどいいです。で、ごまの風味も効いてて、いや本当に美味しいです。普通の人はこれ1個で多分お腹いっぱいになると思います。これだっておにぎり3つ分ぐらいあるんじゃない？いや、結構ね、お腹が限界に近い。食べきれる？これ。みんな食べきってんのかなこれ。米とか。すごい量よ。すごいよね。今まで食べた五平餅で一番美味しいです。ただ、食べきれない。あと、残すは五平餅だけです。本当に美味しいんやけど、持って帰りたいよな。もったいない、これ。そう。ごちそうさまでした。五平餅だけね、食べきれなかったです。で、魚もそうですし、山菜もね、たくさんあって、この辺りで採れた食材をふんだんに使ってて、で、すごくね、手の込んだ料理ばっかりで、もう何よりも、量がね、めちゃくちゃ多いです。本当に多いです。びっくりしました。たくさん量を食べたい人には、本当におすすめのお宿です。食後にランプの説明会があるんですが、ここで説明しちゃうと訪れた人の楽しみがなくなっちゃうということで、音声は NG です。ここでは火事を防ぐためのランプの取り扱い方やランプに関するうんちくを教えてくれます。勉強にもなって他にもない面白い体験もできますので、実際に訪れてぜひ体験していただきたいです。はい、これでね、部屋まで戻ります。って言ってもここなんですけど、布団敷いてくれてる。ランプの方が明るすぎてさ、余計周りがチカチカして見えない。とりあえずテーブルの上に置こうか。まずここに置いて。はい。いいやん。いや、こんな体験できるのいいですよね。もう二度とこんな体験することはないと思います。はい。ここがピューッと個性があって2等星3等星まで見えますよね、はい。街灯がないところだとこの4等星っていうのが見えるようになって、はい。北十字星北十字星。バッテンがね、はい。バッテンわかるかな、これと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 、はい。もう一個かな、はい。でこれが1、2、3、4のこうで、はい。天の川がこっち側に流れています。で織姫とはい。星が天の川の反対岸に立つっていう構図です。すごいロマンチックですね。じゃあね、寝る前にお風呂に入りたいと思います。特別にね、ランプの位置を動かしてもらいました。これぞ本当の贅沢です。このランプを眺めながら入る温泉は最高ですね。夜10時回ったんですけど、電気が消えてね、真っ暗になりました。今はこのランプの明かりのみですね。一応懐中電灯があるんですけどね、クーラーも扇風機もないので、こちらの暑さ問題なんですけど、さっきまでね、星を見に行ったりね、うろうろしてたらね、結構暑かったんですけど、部屋に戻って
じっとしてたらね、汗は全然かかないです。むしろ窓を開けるとね、風邪ひくかもしれません。虫も入ってくるんで、もう窓は閉め切ってます。今日はね、ロケーション内温泉に入って美味しいご飯を食べて、このランプにまつわる知識とかね、あとこう火を起こす体験とかして、すごく楽しかったです。今日はもう遅いんで、もう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。いや、ぐっすり眠れました。朝5時半ぐらいですかね。少しね、寒くて起きました。日中はあんだけ暑いんですけど、やっぱりね、朝晩は結構冷えます。やっぱりこう、日が昇ってくると、結構暑くなってきました。すぐそこ川なんで、冷たい風が入ってきます。それではね、朝食の時間なんで行きます。昨日あんだけお腹いっぱいだったんですけど、お腹空いてます。よいしょ。いいですね。はい、朝食はこんな感じです。いただきます。味噌汁は熱々や。こんだけ熱々やったらうまいな。うん。コーヒーがね、いただけるみたいなんで。こちらにね、イワナの、魚拓っていうんですかね、があります。イワナって44センチもあるんですね。すごい。はい、今回はね、岐阜県にあるランプの宿ドアイ温泉に、宿泊してきました。いかがだったでしょうか。お風呂のロケーションも最高で、料理もね、すごくボリュームがあって、ご夫婦で営まれてるんですけど、すごくね、接客も良くて、本当に良かったです。で、夜はですね、ランプのつけ方だったり、そのランプのね、ちょっと火を起こす体験とか、星座について教えてもらったりね、楽しめました。で、こちらのね、気になる料金の方がですね、大人1名朝食夕食付きで、入湯税込みの15,000円です。これはめちゃくちゃ安いですね。こちらは電気も、電波もありませんので、理解した上で、来た方がいいです。まあそういう人はそもそもこの宿を選ばないとは思うんですけど、はい、というような感じですね。このノスタルジックな感じの、雰囲気も味わえるので、個人的にはめちゃくちゃおすすめです。で、何よりね、食事のボリュームがすごかったです。来てみたいと思う人はね、ぜひ訪れてみてください。こういうところが好きな人は本当におすすめです。それではチェックアウトします。はい、チェックアウトしてきました。ちょっとね、ネタバレになっちゃうんでね、映すことはできないんですけど、景品付きのね、ゲームがあったりするんで、皆さんもね、よかったら来た時には楽しんでみてください。はい、それではね、次の目的地に向かいます。はい、それではね、次の目的地に向かうんですけども、もうね、朝一からこの国道を走り抜けないといけません。これは目が覚めるな。はい。すごいな。
歩く道はすごいけど、なんていうかな、この大自然の中で寝とったんかと思ったらすごいな。なあ。でここもすごい。デコボコすごい。デコボコさえなければなんちゃないんやけどね。だけやったらいうん。けるんやけど、でこぼこ。うん。そう。